回は東海道新幹線が運転見合わせの時の代替となる交通手段やルートをご案内します。まず朝起きて東海道新幹線運転見合わせというニュースが飛び込んできたとします。そこで大事なことは、まず冷静になる、予定を後日にずらせないか検討する、闇雲に東京駅に行かないというのが大前提です。しかしなんとか今日中に大阪まで移動したいと考える人は多いと思います。今回は東京名古屋間で東海道新幹線だけが運転が止まってしまって、かつ終日運休の可能性が高いという状況と仮定して、その状況でもなんとか今日中に東京から大阪、もしくは大阪から東京に行きたい、行く必要があるという方に向けて代替手段を検討していきたいと思います。それでは今回もよろしくお願いします。東京大阪間は良くも悪くも東海道新幹線の架線状態なんですが、一応他の交通手段もあります。1、飛行機羽田、成田と伊丹、関空の間など。2、北陸新幹線、東京から敦賀まで北陸新幹線、敦賀で在来線に乗り換えて大阪。3、中央線特急、新宿から塩尻まであずさ号、塩尻から名古屋まで信濃号、名古屋からは新幹線か近鉄。4、東海道線在来線、東京から名古屋まで東海道線の主に普通列車で。5、ハイウェイバス、東京から大阪または名古屋まで高速バス。1から順に検討、予約していくことになるかなと思います。1の飛行機は羽田なら JAL や ANA、スターフライヤー、成田ならジェットスターやピーチなど本数もありますので、当日でも朝早めに気づいて予約すれば空いていることもあります。しかしながら新幹線が止まると大体大阪行きの飛行機はすぐ満席となりますので難易度は高いです。そこで裏技ですが、今回の状況なら例えば羽田から名古屋の中部国際空港までなら結構空いてたりしますので狙い目です。さらに裏技ですが、東京から一旦大阪以西の岡山や福岡まで飛んで、そこから大阪に戻るという手もあります。私の知り合いで東京から名古屋まで札幌新千歳空港を経由して帰ってきた人がいました。4時間ほどかかりましたが、札幌便は本数も多いので航空券を取りやすかったということです。福岡でも札幌でも思考を柔軟にして検索してみるのもありかもしれません。次に2の北陸新幹線ですが、基本的に絶対的な本数は少ないので、こちらも指定席を取るのは難しいですが、輝き号なら立ち席券、白鷹号なら自由席もあるので、飛行機とは違い必ず乗ることはできるかと思われます。敦賀で在来線の特急サンダーバードに乗り換えも必要ですので、結構時間はかかります。自由席に立って5時間半ほどかかるというのは結構ハードです。しかしながら予約なしでも必ず乗れるということでは、どうしても行く必要があるなら最も確実で早い選択肢ではあるかもしれません。次に3の中央線特急の乗り継ぎです。新宿から塩尻まで特急あずさ号、塩尻で乗り継いで塩尻から名古屋まで特急信濃号となります。まあ平日はそこまで混んでいないので意外とおすすめですが、新宿名古屋間で5時間ほどかかりますので、こちらも結構疲れます。このプランをおすすめしたいのは、立川とか八王子とかの東京でも中央線沿いの人ですね。また、2と3の折衷ルートとして、北陸新幹線で長野、そこから信濃号で名古屋という方法もなくはないですね。次に4の東海道在来線ですが、乗り継いで名古屋まで6時間以上はかかります。そこから乗り換えて大阪までとなると8時間くらいかかることになります。熱海や三島までは特急やグリーン車に乗ることはできますが、普通列車や快速列車に乗り継いで名古屋まで行くのは非常に大変で、いわゆる青春18切符の旅行のような移動となります。このルートの良い点は、新幹線が復旧した際にはすぐ新幹線に乗り継ぐことができるということです。静岡駅に着いた時点で新幹線が運転再開していれば、そこから新幹線に乗り継げます。もちろん、最悪、新幹線が動かなくとも、ずっと電車に乗っていれば名古屋や大阪に到着できますので、その点は間違いはないですね。最後に5のハイウェイバスです。新東名を使って
東京から大阪までなら8時間強から9時間、または名古屋までなら5時間となります。8時間を超える大阪までは多くの人にとっては結構辛いかもしれませんね。今回の状況なら名古屋まで5時間で行って名古屋から新幹線や近鉄に乗り換えるのもありでしょう。5にしているのはバスは定員制で安価なのですぐいっぱいになって予約が取れない可能性が高いからです。以上が新幹線の東京名古屋間が運転が止まった時の代わりとなる交通手段となります。まとめますと、まず東京大阪間で飛行機の空きがないかを検索しましょう。満席の場合は東京から名古屋の中部国際空港までや神戸や岡山または福岡まで行ってみるというルートも検討してみましょう。次に北陸新幹線を検討しますが、指定券が取れなくても飛行機と違いこちらは自由席には乗れるので間違いないです。しかし5時間ほど立ち続けるので辛いことにはなるでしょう。3の中央線ルートや4の東海道線の在来線ルートは多少鉄道を乗り継げる知識がいるかなと思いますが意外と穴場です。5のハイウェイバスは飛行機以上にすぐ満席となると思います。できれば上記のうちどの交通手段で行くのかを決めてから家やホテルを出た方が良いでしょう。飛行機が取れれば羽田か成田に向かいますし、中央線で行くなら新宿方面に向かう場合もあります。今回のような状況で結局移動を諦めるのも一つです。旅先の場合は早めに当日のホテル予約をすることも検討しましょう。また当日は東京駅など新幹線駅の窓口は長蛇の列になっています。どうしても窓口処理が必要な場合は出かけに最寄りの駅の窓口で聞いたり手続きしてみましょう。切符の払い戻し自体はその後1年間できますので後日に回しましょう。 EX 予約乗車の場合は EX のサイトで出発時間前にその乗車をキャンセルするか後日へ変更しておきましょう。以上、東海道新幹線が運転見合わせになった時の代替ルートと対処についてお話しいたしました。 JR 東海に要求できることは基本この3つとなります。これ以外の要求は難しいので時間の無駄となる場合が多いです。 JR 東海は自社以外のルートに責任は持てないため基本的に代替ルートを自ら提示しません。本当は上位の誰かがポータルとなって最新情報を提供するとか最適ルートをおすすめする役割を果たすべきかなとも思いますが現状誰もやってくれないのでこうした状況では私たち利用者は自分で情報を収集し予約して乗車するしかありません。というわけでまずは冷静になって一から検索してみましょう。以上、ご視聴ありがとうございました。ご登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。